黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する極めて黒人向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの古町みゆきです。丹沢雄一です。秋の夜長に遊びたいインディーゲーム参戦よっはい。ついにやってきました。古町くんコーナーということでね、前にね、やりたいね、なんて言ってたやつですね。ぜひ、丹沢さんにゲーム実況をやっていただきたいと。だいぶ、夏の暑さも落ち着いてきまして、だんだんね、夜も長くなってまいりましたので、落ち着いて遊べるようなインディーゲームを今回3つご用意しましたので。はいはい。インディーゲームだってめちゃめちゃ遊ぶもんね。大好きですね。はい。今年入ってもう20本ぐらい多分遊んでると。やってる。はい。インディーゲームって探すの結構大変っていうか、普通のゲーム媒体とかから入ってくる情報だとなかなか情報が入ってこないから、そうなんですよね。自分から探しに行かなきゃいけないっていうところありますよね。去年2023年に Steam に登録されたゲームだけでも1万タイトル以上。はい。毎日300ぐらいやれば。それでギリぐらいの。今回ちょっと僕の好きなゲームを皆さんにご紹介しようかなと。3つ。はい、3つですね。はい、思います。よろしくお願いします。お願いします。まず最初にご紹介するゲームが、アンパッキングという。アンパッキング。はい。ゲームでございます。やったことないです。やったことないです。はい。こちら PC、スイッチ、PS4、5、Xbox などで遊べるゲーム。最近インディーゲームも各プラットフォーム全部遊べるみたいなのありますよね。まあ、はじめ Steam から出て、コンシューマー移植されていくみたいなの。ね、流れ多いですよね。ですね。PS4、5とかスイッチとかもインディーゲームを仲良くやっていく感じが最近できてて。かつてね、やっぱり任天堂さんなんてマスターすっごい厳しかった時代を知ってる身からすると、覚醒の感がありますけどね。なるほど。僕のわかんない世界ですけどね。まあざっくり言うと、引っ越しの荷ほどきをするだけという。引っ越しの荷ほどきをする。はい。非常にシンプルなゲームなんですけれども。なんか聞いた感じだとあんまり面白くなさそうですけど。いや、実際遊んでみてからね。はい。今回遊んでいただく前にですね、古町の2推しポイントが、まず1つ目。禅のように心穏やかなゲーム体験。ああ、それ系か。はい。実はですね、このアンパッキング、ゲームの説明文のところに、もうこう書いてあるんですね。アンパッキングは箱から持ち物を出して新しい家に置いていくというありふれた体験が題材の禅の要素を含むゲームです。禅の要素ね。はい。瞑想的なゲームプレイって書いてあるんですよ。作った人は日本人じゃないのかな。多分そうだと思います。ゲームの内容的にも海外っぽい演出があるので。海外の人は禅っていう言葉をないに使ってきます。まあ、心休まるみたいなね。禅パワーみたいなことね。信じてますからね。そして二つ目がですね、余白を想像で埋めていくのが楽しい。はい。それもちょっと禅っぽい感じなんですかね。そうですね。このゲームほとんど説明がなくてですね、ドラマのようなものはあるんだろうけども、それはもうプレイヤーの心次第というか。インディーならではっていうか、例えば今の企画を、僕がいたスクエアエニックスとかで通そうとして、禅の気持ちを味わえるゲーム作りたいんですけどって社長プレゼンして、通せる気がしない。こういうのはインディーで出すべきゲームなんだろうなって感じがしますよね。じゃあ、早速ですね、丹沢さんにアンパッキング遊んでいただきましょう。はい。お願いします。お願いします。アンパッキングですね。細かいドット絵で描かれてる感じで。ドット絵系なんですね。はい、そうですね。ちょっとギザギザしている。1997年。結構昔。丹沢さん何してた頃ですか？高校生かな。なるほど、なるほど。アンパッキングっていうぐらいだから、これ開けるってことだ。そういうことですね。置くみたいなね。そうですね。どこだろう。みたいな感じ？そうです。こういうので、こいつサイコパスだみたいなのバレたりとか、ね。普通は多分こういうとこ置くんだろうか。こういうとことか。こいつやべえやつだみたいな。そう。だからやっぱそういうところも含めて結構 VTuber さんの配信とかでも人気の高いゲームですね。好きな場所に置いてもらって大丈夫で。これね、ひたすらやっていくってこと？はい、ひたすらやっていきます。サッカーボールってさ、なんか実際部屋でどこに置いていいかわかんないよね。そうですね。サッカーボールありました？子供の頃。僕サッカーやってたから、サッカーボール大体床に転がしてた。サッカー優勝してんじゃないの？そうですね。いいです。ひたすらぬいぐるみのあっちのこうでかいのも。そうですね。ラジカセ出てきた。もう。ラジオとか聞いてました？子供の。ラジオね、やっぱ僕らの時はラジカセ買ってもらえるかどうかみたいな。テレビを録音すんだよね。録音するんですね。録画じゃなくて。これゲームだね。多分ファミコンとかのカセットですね。テレビないのに。で、これで1個はめましたよ。なるほどね。定規ね、大体戦うことにしか使わないんだよ。チャンバラみたいな。そう。機
かな。日記っぽいですね、これ。鍵がついてる。やっぱこう、片付け方にも性格が出ますね。僕なんかはもう、全部一回床に出して。全部を把握してからね。そうそうそう。でもそうするとね、もう地面が埋まっちゃうんですよ。身動き取れなくなっちゃう。ルービックキューブもありますね。ですね。昔ハンガリーに留学してたんですけど、ハンガリー人って自慢できるものがルービックキューブぐらいだった作った人がね。そうそう、ルービック博士がね。だからみんなルービックキューブうまいんだよね。お、ラス1ですね、これで。全部開けないと許してもらえないよね。そうですね。基本的には。段ボールの上の方にちっちゃいものが入ってるのリアルですよね。あ、そうそうそう。さっきさ、段ボール一番下にね、本が入ってたから。そうそうそう。本もうちょっとまとめとけよっていう。もう無理か。寝られない。もう寝れないな、これ。いや、子供なら。田中さん、ぬいぐるみとか持ってました？ぬいぐるみ持ってましたね。本当に一緒に寝たりとかしてたんですか？いや、寝たりはしないけど、確かに全部出してからの方がいいっていうのは一理ある。これ絶妙に収まりきらない量なんですよね。お、開いた。これ全部開きましたね。赤い枠が出てるやつが、ここじゃないよって言ってるんですよ。他にしまえるもっといい場所があるよって言ってくれてるんで、それだけ置き直してあげるとクリアになりますね。いいじゃん、ここで。多分本じゃなくて日記ですかね。この場所だと人に読まれちゃうって言ってるのかもしれない。あ、わかった。これだ。ここならね。人に読まれてますよ。これはいいが、良さそう良さそう。大事なことなのかな。いいですね。これでクリアっていう感じになります。全の心かどうかはちょっとわかんなかった。これ、何もひたすらこういう感じで、いろんな部屋を。そうですね。もう一個ぐらいやってみていいですか？はい。1997年だったのが今2004年、7年後かな ?7 年後。になったと。多分、引っ越してる人は同じなんですよ。っていうのを踏まえた上でちょっとやってみてほしい。はい。2004年、やっぱ PC でかい。これわかります？どんな本か。これ人体で、こっちがなんかペン持ってるんですよ、手に。多分、絵の本なんですよ。絵の本か。みたいなところからちょっと、どんな人なのかなっていうのを想像しながら、やってみてほしいです、ぜひ。はいはいはい。はいはいはい。昔こういう置き方だったと思うんだよね。そうですね。上に乗せる人とか、横にして上にモニターみたいな人もいましたよね。いた。歯ブラシここに置く実はですね、これ、左右に矢印がありまして。本当だ。歯ブラシ置かないわ。そうですね。こっちもキッチンがありますね。結構いっぱいあるよ。正解っぽいやつもあるんだね。そうですね。大体ここだろうっていうのもあります。これなんだ、虫か？虫ですね、多分。男じゃないそうですね。これはでもやっぱ絵描きさんだね。はいはいはい。買わないよ、なかなか。そうですね。俺も思ってたけど。高かったね、昔。大型。これブラジャーじゃない？ブラジャーですね、これ。女性か。もしくは二人暮らしだな。なるほど。いやいや、二人暮らしなわけない。ベッド一個だもんね。いいですね、いいですね。ちょっと待って。これはおかしいだろ。逆にこいつはもう使わねえっていう。これが近くにあんの嫌な。性格出ますね。いや、もう、言い出し方ない。ほとんど使わない。ルービックキューブまだ持ってたの？持ってたみたいですね。はいはい。なんか自分が引っ越しした時のこととか思い出しません？入りそうで入んないみたいなの結構あるじゃないですか。なるべくね、減らそうって思うけどね。結構減らないからね。マウスですかね。マウスか。全然可動域がない。マウスパッド出てきた。無理だ。昔あったなんかこういう。いやー、どうしよう。こういうのここに置いとくとさ、使わない感じして嫌なんだよね。そうですよね。こいつ、ファッション芸術家だな、みたいな。そこのこだわりもあるんで、なんか人によって部屋の配置が変わると、ちょっとプレイヤーによってこの人の性格も変わってる感じがするんですよね。それも他の人のやつ見てみたいね。ですよね。ジーンズと、あれだから、女の子だとしたら結構ボーイッシュな。そんな感じはしますね。貯金箱ね。まだ割ってなかったんですね。割ってないんだね。こういうのね。昔はよくゲーム会社だと、モニターの上にね、フィギュアいっぱい重ねてる人いたな。サッカーやってるが、俺、ハッカーボールここに置いてたの。なんか
ゴロゴロ足で蹴りながらね、もうね、引退してると思うから、上に入れちゃえ。この辺で一旦締めときますか。はい。じゃあもうひたすら次の時代、次の時代に行くって感じ？そういう感じですね。なんですけど、やっぱその中にいろいろ生活の変化みたいなものを見えてきたりとかするので、はい。これ続きぜひ皆さん遊んでみていただきたいなと、面白い。思います。はい。これはなかなか説明が難しいね。そうですね。引っ越しするゲームなんで面白いよって言われても、みたいな。そうですかみたいになっちゃうかもしれない。僕このゲーム一時期寝る前に1ゲームずつやった。はい。ちょっと心が休まるんですよね。しまうの好きみたいな人はいるよね。動物の森とかずっとやってる人とか。はい。収納好きなしもこれ写真撮れたりもするの？そうですね。写真撮ることもできる。共有もできると。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてご紹介するゲームなんですけれども、アンリアルライフ、丹沢さんに遊んでいただきたいと思います。こちらは PC、スイッチ、iOS、Android で遊べるゲーム。iOS でも遊べるんですね。はい、なっております。記憶を失った女の子が不思議な世界を歩き回りながら、自らの記憶を取り戻していくというアドベンチャーゲームになっております。こちらも古町の2推しポイントございます。まず一つ目、青基調のドットグラフィックが美しい。全体的に青白い感じの色彩が多く使われてて、ドット絵なんですけど、とにかく綺麗なんです。秋の夜に遊ぶにはぴったりの落ち着いた雰囲気なんじゃないかと。はい。二つ目が、不思議で可愛いキャラクターたちに癒される。これは国産ですかね？国産ゲームでございます。インディーレーベルのヨカゼという、はい、レーベルがありまして、そこのラインナップの一つですね。なるほど。じゃあ早速こちらもですね、丹沢さんに遊んでいただきたいと思います。はい。はい。じゃあお話の続きはまた明日ね。アンリアルライフ。いきなりちょっと SF っぽい。そうですね。ちょっと意味深なね、始まり方をするなんかちょっとファンタジーっぽい感じかと思いきや、このね、やっぱ主人公記憶失ってるっていいんですよ。プレイヤーもさ、いろんなことをゲームから学ばなきゃいけないじゃん。綺麗なドット絵ですね。そうなんですよ。綺麗ですよね。大好きなんです、僕も。こういう感じね。主人公、はるちゃんですね。今話しかけてきてるのが、195っていう名前の信号機。はい。こちらをお進みください。はるちゃんは、右側から来たのかな？だから右側に行ってみようと。ガイドを出す方向間違えました。このね、声を、うにゃうにゃ、むにゃむにゃやっていうやつは流行りましたね。流行りました。翻訳しなくていいからね。確かにね。翻訳しなくていいけど、フルボイスっぽく聞こえる。調べることもできますね、いろんな場所。読めないんだ。そう、読めないんですよね。異世界ものか。思い出してる。思い出してますね。フラッシュバックしてます。という、今の経験によってですね、物の記憶が読み取れるようになったんですね。サイコメトラー的なね。そうですね。これは青い靴が持っている記憶。今と記憶を比較。今と映像が違うってことね。そういうことです。頑張り屋さんの機械っていいですよね。意外と僕らが昔想像してたほど、機械って冷たくないんじゃないかって最近の AI の進歩を見て思うんですよね。わかりますね。触ると何かが起きる。はい。じゃあちょっと電柱を触ってみましょう。触ると、これは電柱の記憶ですね。カラスに鍵を取られた。じゃあ、カラスを探そう。っていうことですね。触る。過去の風景が見えて、カラスいますね。カラスが映っていますが、どっちとも出たかわからない。これは、どうでしょう？映ってます。ロボット、あなたが見た時の映像。ついさっきってことね。はい、カラスいました。この195が可愛いんですよ。なるほどね。はい。ということで、ちょっと景色が変わりまして、何が起きたのかはわかんないんですけど、この子には字を読むことができないんですね。その代わりなぜか物の記憶を読み取ることはできると。この辺は人ん家だから入っちゃダメだよって言われちゃいますね。でもそこに、明らかにカラスがいますね。アクセスできる。お腹できるかい。キラキラ大好き。僕の触るなって言ってますね。なるほど。鍵を返してくれないと。何か策が、代わりにキラキラしたものをやるとか。なんか、光ってますね。ありましたね。
あっちに落ちちゃうっていう。確かに。あ、大丈夫と。行きました、行きました。いわゆる結構硬い作りのアドベンチャーだけど、そうですね、確かにドット絵の感じとか。音楽もアンビエントミュージックっぽいというか、心を落ち着かせてくれるような感じですよね。涼しい夜とかにやっぱりやってほしいゲームですね。ちょっとこう落ち着いた時にゆっくりやりたい感じ。そうですね。別に急いで攻略しなくていいやみたいなね。謎解き要素とかもちょいちょいあるんですけど、そこまで難易度が高いわけではなくて、ストーリーであったりとか、風景、音楽を楽しみながら遊べるゲームなんじゃないかなと思いますね。はい。しかも鍵手に入れたけど、どこかの鍵そうですね。今ドアが4つあるので、まあどれなんだろうねっていう感じですね。触ってみましょうか。はい。先生いるじゃん。先生。はい。お、これ僕、チャット GPT に言いますよ。僕のチャット GPT を僕のことを、おはようタンタンって言いますよ。あー、なるほど。教育してあるから。そうですね。僕の AI もみゆきって呼んでくる。呼んでくれる。そうね。とりあえずそこから始まるよね。そうですね。まずはそこから。思い出。この表示さ、もう若い子わかんなくなってきたから。カラーバー、そうかもしれないですね。先生突き飛ばしてる。そうなんですよね。ちょっと不穏なんですよね。だいぶ不穏だよ、俺。あーってなってるもん。何かは起きていて、で、この世界とどう関係してるんだろうみたいな。なんかやばいやつできた。はい。あ、まだこいつは繋がってんだね。そうですね、はい。先生んちでしょ、多分。あ、いや、違うか。そう、この窓の向こうに海が見えるんですよね。そう。移動しちゃってる。ってことですね。はいはい。はい。ここでタイトルを。そうですね。はい。こういう感じの頭出しですね。そう、なんとなくこのゲーム全体の不思議な感じが分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい。ここからじゃあ記憶を取り戻しつつ何があったかが分かってくるっていうことですね。もう全部やっちゃうとね、ネタバレになっちゃうからね。そうなんですよね。なんかこう面白ポイントみたいなのあるんですか？信号機のね、キャラクター195ってのが出てきましたけど、この他にもですね、本当にいろんな多種多様なキャラクターが出てきまして、さっきちょっと横に見えてたんですけど、一瞬、なんか異形頭みたいな、顔が正方形になってるキャラクターがいたりとか、あとはですね、僕の好きなちょっとペンギンのキャラがね、この後出てきたりもするんですけど、はい。楽しい、ちょっと不穏なゲームになっておりますので、このビジュアルとか雰囲気が好きだな、みたいな人はもう遊んで損ないゲームだと思うので、はい、おすすめでございます。はい、ありがとうございます。以上、アンビエンライフでした。ありがとうございました。最後に紹介するゲームになるんですけれども、眠れなくなっちゃうかもしれない、悪魔のゲーム、バラトロを、ご紹介したいと思います。はい。なんかね、ウェブニュースでは見ました。ついにバラトロがスイッチにみたいなやつを見て、ってなんだろうって思って見てたんで、ちょっと興味はあったんですけど、やったことはないです。インディーゲーム好きの間ではかなり話題になっているゲームですね。こちら PC、スイッチ、PS4、5、Xbox で遊べるゲームで、あと今月26日にスマホ版も出る予定ということでございます。今日ね、見てきたやつも基本そうだけど、インディーゲームってそんなに、ハードのスペックギリギリを攻めないじゃないですか。そうですね。だからまあ、
別にスイッチだろうが、スマホだろうが、まあ、動くは動きますからね。そうですね。バラトロなんですけれども、ローグライト、いわゆるローグライクをもうちょっとライトにしたジャンルですね。ローグライトとポーカーを組み合わせた異色のゲーム。はい。じゃあいろんなものを集めながら強くなっていくこととポーカーが組み合わさってる。そういうことになります。はい。まさに。古町の二押しポイントなんですけれども、まず一つ目に、カードのシナジーで一気に点数が伸びる。ハードゲーマー大好きなやつですね。そうですね。有名どころで言うと、スレイザースパイアとか、カードのシナジーをね、組み合わせて敵を強く殴るみたいなのが楽しいところですけど、同じことがこれでも発生するんですね、バラトロでも。そして、デッキ構築の駆け引きが熱い。でも、トランプを使う？そうなんですよ。トランプ使うのにデッキ構築するんだ。そうなんです。はい。どんなで、このデッキ構築も、やっぱり途中でちょっと作戦を切り替えなきゃいけないタイミングがあったりとかして、かなり心が盛り上がるというか、うまくいってくれみたいなね。ちょっとハマりそうだな。ありますので、はい。じゃあ、早速、バラトロ遊んでいきたいと思います。はい。お願いします。はい。じゃあ、やっていきたいと思います。はい。このバラトロっていうゲーム、基本はめちゃくちゃシンプルなゲームです。スモールブラインド、ビッグブラインド、フックっていう3つが見えてますけども、こいつらが敵です。これが1ラウンドみたいな感じで3人倒して1ラウンドで、これを8回繰り返すと全クリ。なので単純に24体敵を倒せばいいっていうだけなんです。じゃあちょっと早速やってみたいと思います。スモールブラインドですね。一番最初の敵です。これが自分の敵です。普通の本当にカードデッキです。52枚ですね。ジョーカー抜き、9とかを残しながら、この辺のちょっと低いカードを捨ててみようと思います。これディスカードですね。ディスカードして同じ枚数引くと。はい。1、8、9、10、11あるよ。そうですね。ストレート。ここに各役の点数みたいなのが、ストレートがですね、30×4 って書いてあるんですけど、左がチップで右が倍率って言って、これが基礎点なんです。30×4 ポイント入りますよと。この後、いろいろ効果のあるカードを引いていくと、チップを増やすカードだったりとか、倍率を上げるカードみたいなのが出てくると。それ掛け算しながらプラスしていくわけですね。ストレートは今300点目標スコアに対して120点なんで、やや攻撃力としては低いんですけど。そういうことか。このもう自分の手札で300点を作ればもう終わるっていう感じ。そういうことです。はいはいはい。で、一応今ハンド4って書いてあるんで、4回このターンチャレンジできるから、一応ストレートでも出せばプラスにはなるんですね。なのでちょっと1回出してみたいと思います。19、8、これ、このチップの方には、出してるトランプのカードの数字が足されてます。今、ジャック10、9、8、7って出したんですけど、10足す10足す9足す8足す7がチップに加算されてるんですね。できるだけ高いカードを出した方が点数は伸びやすいっていう感じになります。もう残りあと目標まで4点なので、これ例えばジャック2枚出して1ペアにしてあげれば達成ができる。っていう感じですね。はい。これが基本の遊びです。残りの反動が余ってるとちょっと多めにお金がもらえたりとかします。今5ドルもらったんですけども、こっからですね。なるほどね。3枚もハートに。ハートに変換するとか。あとこれ、ウラヌスなんですけど、これ2ペアの倍率とチップを上げることができる。はい。2ペアっていう役そのものを強くするわけですね。で、一番このゲームの肝なのがこのジョーカーです。これパックを開けると、この中から好きなジョーカーを1枚選んでいいよっていう風に言われるわけです。普通ジョーカーっていうところデッキの中に入るものっていうイメージがあると思うんですけど、そうではなくて、上の欄に収納されるんですね。収納されてる間、このジョーカーはずっと効果を発揮し続ける。バフをかけることができる。自分の手札にずっとかかってるんだ。そうなんです。あと、トランプそのものを買うこともできる。で、これはなんかいつでも出せるってこと？山札に入るってこと？はい、山札に入るだけ。ああ、なるほど、なるほど。今回はちょっとこのゴールドシール、せっかくなんで取ってみたいと思うんですけど、そうすると、なんとなく皆さんご想像つくと思うんですけど、全部ハートにしたりとか、はい、全部キングにしたりとか、そういう作戦もあるんで、そうなるともうだいぶ終盤はインフレが起きますね。じゃあちょっとビッグブラインドそのまま選択してみたいと思います。今回、クラブのフラッシュがじゃあ揃ったんで出してみましょう。はい。で、ここがボンと跳ね上がるんで、一気に1300まで上がるわけですよ。これで終わってるってことですね。はい。一撃でクリアですね。あと、タロットっていうのがありまして、これも結構重要です。これはデッキに対して特殊な効果を発揮するカードなんですね。例えば、これはランダムなジョーカーを1枚作ってくれる。せっかくなんでちょっとジョーカー増やして
賑やかにしていきたいと思います。で、次がボスですね、最初のボス。お、引きましたね、このゴールドシール。ほんと。そして、ボスブラインドっていう相手になるんです、3人目は。それぞれ特殊な効果を持ってまして、今回はフック、ハンドがプレイされるたびにランダムなカードを2枚捨てる。いいカードを手札に持っとこうって思うと捨てられちゃうんです。なので、なるべく使っていきたい。自分の手の中にある強いカードは。そして早速ハートの6が2枚ありますね。このちょっとおかしさもいいですよね。じゃあちょっとハートのフラッシュができたので、これを出していきます。お、一発でいきましたね。割れなかった。セーフ。ちょっと一回サクッとやってみますね。進めてみますね。これを繰り返していきます。はい。カードを増やしていきます。カードを減らすってことはないの？減らすこともできます。減らした方が強い場合もやっぱり。そうだよね。デッキ圧縮した方がね、いいっていうのもあるし、例えばじゃあもうフェイス絶対欲しくないだったら全部フェイスなくしちゃうとかね。そうそうそう。逆にフェイスだらけにしちゃうみたいなことをやるときには減らしますね。これジョーカー、一番基本のやつですね。倍率プラス4。でもこの倍率プラス4がなんだかんだ一番強いみたいな。じゃあちょっと次行ってみましょう。Q とかジャックとか出すときに、こいつらが役に含まれていなければ、捨てた扱いになるんです。例えば55でこういうことができます。はいはいはい。あ、でも結構点数いくな。ワンペアってやっぱ弱い役なんですけども、ジョーカーの効果を重ね書きすることによって結構伸びていくと。今回もこれ2ペアが出せるんで、ついでにジャックを捨てて、はい、はい、1000点取れました。はい、その砂時計のね、カードの効果で8コイン得られました。あと、これ、レアなパックなんですけど、スペクトルって言って、めちゃくちゃ強い効果を持ったカードが出てくるんですね。手札のすべてのカードをランダムな一つのランク、これ数字です。に変換するので、今ここに8枚デッキから引いたランダムなカードが表示されてますけど、これを全部同じ数字にすることができる。なるほど。はい。楽しいので、これをやってみたいと思います。はい、全部7になりましたね。これがフルデッキで、あ、7だけで12枚ありますね。はい。今回のボスの効果は、ダイヤのカードがカウントされなくなっちゃうっていう、ちょっとやらしいんですよね。自分のデッキをダイヤで集めてる時に来られちゃうと、すごい困るボスだったりするんですよ。そいつはだから混ぜて捨てていいんだよね。混ぜて捨てちゃおうかなっていう感じですね。はい。あ、これはいい展開ですね。なのでこれでストレートを出して、フェイスもないんで、倍率が上がって、はい。クリアと。はい。すごい高得点になった時、あそこ炎がボーって燃え上がるのがまた気持ちいいんですよね。こういうことを繰り返していくというか。まあ、これはなんかスルメゲーっていうか、やればやるほどって感じです。これはいいですね。でも、ポーカーのルールを入れることによって、一つ説明の手間を省いてるじゃないですか。そうなんですよね。最近だと麻雀のローグライトが出始めたりとか、こういう方向に進め始めてる部分があるかなと、はい、いうふうに思います。はい。ちょっと僕もやってみたいと思います。ぜひぜひ、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで3作品遊んできましたけれども、ありがとうございました。はい。いかがでしたか、丹沢さん。3作品とも知らない作品だったので、ふーんって思いつつ、僕はハマるのは多分バラトロかな。結構こう、ちまちまやんの好きなんで、スイッチとかで持ってった日にはずっとやってるかもしれない。そうですね。一応スマホ版もね、近々出る予定ですから、中毒になっちゃう人が続出するんじゃないかと、個人的には思ってますね。カードゲーム系って、スマホのタイトルだと次々課金していくみたいな風になりがちなところも、これ多分一回買ったらずっとやれるから。そうです。パック向くのもね、何ドルとか言ってるけど、で、実際かかってないからね。そうですね。なんかこう、ずっとやってても安心して遊べるなと思って。アンリアルライフはがっつり時間取ってやってみたいかなって感じしますね。どうしてもね、短い動画の中では魅力を伝えきれない部分もあるので。いろんな情報が入ってきたのを忘れないうちにやった方がいいから、一回やって時間空けてとかってやるよりは、時間ある時に一気にクリアまで。めちゃくちゃ長いゲームでもないので、気楽に遊んでいただけるんじゃないかな。そう、なんかね、インディーゲームいいなって思うのは、濃厚な体験を2時間させてもらえれば、映画見たと思えば、1500円2000円のゲーム全然いいじゃないですか。コンシューマーゲーム大手が出すゲームって、やっぱ20時間遊べないとか、あるんですよ。なんとなくね。なんとなくね。最近はね、そんなに時間で押してくるってことなくなったにせよ、やっぱり1時間でクリアしちゃうと、みたいな言われがちなところ、インディーゲームってそれが許されるっていうか、2時間楽し
かったから、もう面白かったよっていうレビューになるじゃないですか。なんかそこもいいなって思いますね。なんか自由型というか、時間の枠とかもなく、ボリューム感とかも自由でっていうところで戦ってるのがね。大手でやってると、やっぱりインディーゲームを遊ぶたびに、あ、これでいいんだよなとか、思ってなかったところでいろんな稼があったんだなってことに気づかされるってところもあって、すごい面白いですね。今回はね、秋の夜長に遊びたいインディーゲーム3選ということで、アンパッキング、アンリアルライフ、パラトロの3つをご紹介しました。黒帯チャンネルでは今後もゲーム実況動画を配信していく予定です。遊んでほしいゲーム、おすすめのゲームなどありましたら、ぜひコメントまでお寄せください。お願いします。はい。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ということで、それでは、さようなら。ありがとうございました。さようなら。また次回。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。